どうも、カペラです。いつもご視聴ありがとうございます。このコーナーはですね、アクアリウムトークということで、アクアリウムのショート動画、毎週土曜日に本編の動画を更新していますが、それに加えて毎週ショート動画を更新しています。そのショート動画、たくさんの方に見ていただいて、コメントもたくさんいただいております。ありがとうございます。でですね、そのショート動画の内容を少し深掘りして、思い出話や体験談を織り交ぜながら皆さんのいただいたコメントに対してのお返事をね、していきたいなと思っております。なので、皆さんのコメントで成り立つコーナーでございます。コメントしたことない方もぜひお待ちしております。そんな感じで皆さんとコミュニケーションできたらいいかなと思っております。ということで、今回は第3回アクアリウムトークということで、今回のお題のショート動画はこちらです。アクアリウム CO2 添加しすぎた水槽の末路ということで、こちらのショート動画ですね、だいぶ再生でだいぶ見ていただきました。ありがとうございます。1.6 万人ぐらい見ていただいて、コメントもね、たくさんいただきました。はい、ありがとうございます。はい、ということで、このショート動画に関してね、ちょっと話していこうと思うんですけど、当初ね、化学式反応ボンベを使っていて、で、この動画の中でもあったんですけど、CO2 を添加しすぎて、エビが、星になっちゃったっていうような、ショート動画でした。で、この動画が、この出来事があって、ちょっと CO2 ボンベをやめたと。CO2 ボンベを使わなくなったっていう経緯がありますね。その辺ちょっと話していけたらいいかなと、思っております。はい。でですね、当初アクアリウム始めて、1年目の時に CO2 の添加を始めようっていう時に、CO2 添加の方法いろいろありますよね。発酵式、イースト菌とかを混ぜてやる発酵式とか、あと、この、シルバーボンベね。銀色のボンベを使った、シルボンを使った化学反応式ボンベ。重曹とクエン酸混ぜるタイプのね、2剤混合の薬を混ぜて CO2 を発生させる装置と。それとあと、炭酸ボンベ。ちっちゃい炭酸ボンベね。手榴弾みたいな、炭酸ボンベだったりとか、あと、大きいね、ビールサーバー用のガスボンベだったり、そういったものをね、使って、CO2 の添加をすることができるということで、やっぱりね、CO2 添加すると水草がきれいに育つっていうことを YouTube で見てたものですから、じゃあ僕も CO2 添加始めようかなっていうことで、一番ね、安く作れたのが、そのペットボトルとかで発酵、イースト菌でね、ブドウ糖とかみたいなの入れて、で、発酵させて CO2 を発生させるみたいな、その方法が割とね、安めで、いいなと思ったんですけど、ちょっと手間がかかるかなということで、じゃあ少しね、楽もしたいし、じゃあ CO2 ボンベ、CO2 ボンベ買うと機材もね、結構するんで、じゃあ化学反応式ボンベかなっていうことで、当時化学反応式ボンベを買いました。で、その化学反応式ボンベなんですけど、実際ね、使ってみるとやっぱり CO2 添加がね、簡単にできてとても、いいんですよね。値段もすごく安くて、昔はね、アリエクスプレス割と多用してたんで、今はもう全然使ってないんですけど、アリエクスプレスで、本当に5000円とか、6000円ぐらいで、このね、化学反応式ボンベを買えたんで、国内で買うと1万3000とかね、4000円ぐらいした時代なんで、じゃあ、海外で買うかっていうことで、買って使ってました。でですね、使ってるうちに、ちょっとね、スイッチングというか、電磁弁のスイッチングが怪しくなってきた時期があったんですよ。オンはするんだけど、オフがならないとかね。ちょっと出っ放しになるとか、少し出続けるとか、ちょっとね、そういった現象が出始めてた頃なんですよ。で、ちょっとメンテナンスしながらね、やってたんですけど、電磁弁のメンテナンスがね、これまたすごくやりづらい化学反応式ボンベの電磁弁。メンテナンスすごいしづらいんですよね。電磁弁がすごい小さくて、とてもやりづらいんですけど、結局それで、CO2 ボンベ
CO2 ボンベの、炭酸入れ替えて、で、取り付けて、で、その次の日ですかね、仕事から帰ってきたら、エビが窒息していたと。で、水質はもう完全に酸性になってて、で、僕、その時に CO2 のpH 出すゲージみたいのを持ってたんですけど、それもね、末期期になっちゃって、ちょっと CO2 添加しすぎだよっていうようなサインが出てて、急いでエアレーションしたんですけど、もう、全くね、エビちゃん、ピクピクね、ちょっと痙攣してて、で、それが復活せずに、で、じゃあもう水替えするしかないなってことで、水を変えて、それが多分最後のとどめになったのか、そのショックで、亡くなっちゃったというような感じですね。そんなことがありました。で、当時も YouTube やってたんで、水槽に関してはね、すべて、動画撮ってました。でもさすがにちょっとね、当時は、YouTube 始めたばっかりで、あんまり失敗とか、自分の失敗とかを YouTube に載せてなかったんですよね。だから完全にお蔵入りの動画になってて、で、最近になって、ちょっとね、昔やったアクアリウムの失敗とかね、そういうのも、こういったね、動画とかで、共有というか、YouTube で出すことによってね、誰かの役に立てばいいなというようなところで、今回ちょっと動画作りました。で、ショート動画ね、たくさん見てくれるんで、じゃあショート動画の内容にちょうどいいなってことで、作ったんですけど、今回ね、本当にこの動画で一番言いたかったのは、電磁弁は信用しない。この一つに限りますね。本当に。電磁弁っていろいろ種類があるんですけど、特にこの化学反応式ボンベの電磁弁ってめちゃくちゃしょぼいんですよね。ユニットがちっちゃくて掃除しづらいから、例えば、CO2 も添加ね、結晶がついたりとか、スイッチングのとこに結晶がついたりとか、あと、バブルカウンターの方から水がちょっと逆流して、その水がね、電磁弁のところに付着して接着不良が起きたりとか、炭酸カリウムが付着して、で、それで、電磁弁の接触不良が起きたりとか、そういうようなことが起きます。はい。なので、最近の炭酸ガスボンベのシルボンの構成は、フィルターとか、あと除湿ビーズついてますよね。ああいったものがついてるんですよ。で、昔のものって除湿ビーズとかなくて、で、そういったことを電磁弁の接触が悪くなる可能性があると。そういうことを対策するために、ああいう除湿ビーズとか、フィルターとかが搭載され、積極的にね、搭載されるようになってました。で、フィルターは僕もね、この買った化学反応式ボンベ、フィルターもついてたんですけど、除湿ビーズはついてなくて、おそらく、上からのね、電磁弁の方、上に、バブルカウンターついてますから、バブルカウンターから逆流してね、水分が。で、そこに付着して、スイッチングが悪くなってたんじゃないかなと思ってます。で、バブルカウンターもね、逆流するんですよね。逆流防止弁ついてるんですけど、一応ね、今世の中で売ってるバブルカウンター、シリコンをバネでビヨンビヨンってこう押さえてね、中にちっちゃいね、バネみたいなのが入ってて、それにシリコンプレートみたいなのがついてて、逆流しませんよ、みたいな、いうような感じで、あれ逆流するんですよ。逆流防止弁機能付きバブルカウンターな。あれね、逆流します。で、どうしてもやっぱり金属って錆びますし、内部のシリコンも劣化しますしね。やっぱりね、逆流しやすくなるんですよね。そうなると、使ってる間にね。なので、そういったところも含めてね、機械の重要性ね、を、感じたと。電磁弁の重要さを感じたっていうのがこの一件でした。はい。そういうことで、電磁弁とかも、やっぱりね、定期清掃が必要と。定期清掃が必要なんですけど、このちっちゃい電磁弁はね、本当に分解しづらくて、カッターの刃とか使ってね、バリッつって、こう、カバーをめくって、で、中の電磁弁ね、弁の部分とかを、掃除したりね、缶の部分掃除したりとか、そういうような作業が、必要なんですけど、とにかくそれがね、しづらいです。
このちっちゃい電磁弁は。今は多少良くなってんのかな、今のメーカー品見ると。多少良くなってはいるんですけどね、やっぱり分解のしづらさってのはあります。で、今は、除湿ビーズとかね、ついてますし、多少はね、前よりはやっぱり、そのあたり、電磁弁の動作も安定してんのかなと思うんですけど、ちょっと消耗品もね、定期的に買わない。除湿ビーズなんかは消耗品ですし、正直ね、電磁弁を僕消耗品だと思ってるんで、形あるものは全て壊れると思ってます。やっぱり金属、ステンレスって言ってもね、ステンレスも錆びます。錆びない金属はこの世にないと思ってるんで、やっぱりそういうことを考えると、定期的にちょっと交換するものが多いなと。重曹とクエン酸も外でね、買ってこないといけないですし、僕は Amazon で購入してましたけど、まとめ買いしてね。そういったちょっとランニングコストやっぱり安いとは言われてましたけど、そのあたりのちょっと僕の中でのですね、僕の中での、ちっちゃい電磁弁の信用度に関してはちょっと、そのあたりがね、あまり、そうですね、満足いかなかったというか、不満点だったんですよね。メンテナンスのしづらさと、あと、ちょっと消耗品が多いなと。化学反応式ボンベ。なんだかんだ結構、消耗品購入しましたからね。なので、そういった意味でも、やめようって。化学反応式ボンベ、やめるきっかけに、なった、話だったんですね。これはショート動画の内容ですね。CO2 添加しすぎて、エビがなくなっちゃったと。どうしても電磁弁のね、スイッチング、こういうことが、スイッチングが悪くてね。で、当時、夜間エアレーションをしてなかったっていうのもあって、エアレーションの音がうるさかったっていうのと、水草をたくさん植えてた水草水槽なんで、エアレーションは必要ないんじゃないかなっていう風なことで、夜間エアレーションしてなかったんですよ。なので、この CO2 の添加していない間のエアレーション、これがね、本当に重要だなと。その時ね、気づかされましたね。これ以来、僕は必ず水草の水槽、CO2 添加している水槽にはエアレーションを夜間入れるようにしてます。音がうるさかろうがなんだろうが入れるようにしてます。っていうのはやっぱり CO2 がもしね、過剰添加されてしまった場合に保険としてエアレーションしてることで、ある程度その日のうちに発見できると。で、今回みたいにこういう風にね、エビがなくなって致命的なダメージを受ける、確率も少なくなるかなということで、僕は必ず夜間エアレーションを保険で入れてます。はい。そういった感じですね。今、現在の水槽のね、使い方としてはね。CO2 ボンベ、どうしてもやっぱり形あるものなんで、ライトもそうですけど、形あるものは必ず壊れます。なのでね、こういったね、ちょっと悲しい出来事がね、あると。で、機械だけど、機械をあんまりやっぱり信用しきっちゃいけないですね。いつかやっぱ不安定な動作になると必ずね、そういうふうに思って、やることが大事なのかなと、思います。なので、こういうふうにね、CO2 の電磁弁信用しきって、取り付けた、ある一アクアリストの末路というかはい、というのを、今回このショート動画で、公開させていただきました。今後もね、こういった、失敗談ね、を公開していこうかなと思うんですけど、あまりね、こういう動画とか、失敗とかね、例えば、エビが飛び跳ねて、階段で、干からびてたとか、ピストグラマが喧嘩して飛び跳ねて、で、床で干からびて、ダメになっちゃってましたとか、多分ね、いろんな、そういうね、魚の失敗って、皆さんしてると思うんですよ。でもなかなかね、YouTube で、そうですね、そういった失敗って言いづらいですよね。皆さんね。そうなんですよ。どうしてもこれ、やっぱりわざとやった、わざとやったんじゃないかとかね。動画のネタになるからやったんだろう、みたいな、そういうようなコメント必ずね、つくんですよ。僕もね、つくんじゃないかなと思って、この動画作ってたんですけど、やっぱりね、そういう
コメントもありましたね。まあそれはそうですね。まあ見方によってはね、人の捉え方はそれぞれなんで、まあそのあたりは仕方ないかなと、思って適当に流してますけど、まあそういったことで、だから皆さんは、電磁弁のね、特に小型の電磁弁、これね、また清掃のしづらい電磁弁で、そういったね、小型の電磁弁には、取り扱いはね、非常にやっぱ注意してね、みんなよく観察してね、本当に。で、保険のために必ずエアレーションはしてほしいというふうに僕は思っております。はい。電磁弁、機械関連ね。機械関連は特にね、CO2 なんてもう命に関わるね、水質に関わるかなり大事な要素の一つなんで、この機材管理はね、大事ですよ。本当に。いかに機材を管理するか、いかに機材を定期的に、水槽のヒーターも一緒ですよね。ヒーター定期的に交換するかしないか。まあそれはやっぱりそれぞれの自由ですけど、やっぱりヒーターも対応年数があるということで、1年間に1回ね、定期交換するとか、まあそういう風に取ってる方もいますし、まあ使えるだけ使っときゃいいやって、ずっとね、2年も3年も使ってる方もいると思います。なかなかね、そういうことって人に言いづらいですよね。ちなみに僕は、ヒーター管理やめまして、で、ヒーターはやっぱりちょっと、信用できるヒーターっていうのをなかなか僕の中で見つけられなかったので、現在はまあヒーター使用せずね、で、エアコン管理で全てやってます。まあそういった感じでね、やってるんですけど、まあ、ヒーターもね、ちょっとね、そういった意味では、信用できるヒーターをね、ないかなってずっと探してるんですけど、で、今ね、ようやく見つけたヒーターがありまして、まあ、それは、いろんなね、警報機能というか、まあ、ついてるヒーターなんですけど、安全機能というか、温度が上がりすぎたら勝手に止まるとかね、そういうようなヒーターを今テストしてね、いろいろちょっと使ってやってます。なのでまあ、いつかね、まあ人柱みたいなもんですよ。人柱になって今使ってテストしてるんで、まあそのあたりもね、今後ちょっと公開できたらいいなと思うんで、とりあえず化学反応式ボンベのね、この電磁弁に関しては、僕の中ではちょっと、そうですね、しっくりこなかったということで、現在は大型の電磁弁を使ってます。メンテナンスのしやすいね、大きな電磁弁というのがあるんで、まあ、それを使ってね、今は CO2 の管理してます。それと夜間のエアレーション、これ必須ですね。はい。今回ね、コメントたくさん、いただきました。たくさんいただいたんですよね。こんなになんでコメントとか再生数がね、すごかったんですよ。なんでかなってちょっと考えたんですけど、なんかね、僕、動画の中で CO2 添加すると、アルカリになるとかなんか言ってた。言ってたんですよね。で、それに関して結構コメントがついて、最初コメント見て何言ってんのかなっていうふうに思ってて、何言ってんのかな、僕が変なこと言ってたんですね。それに気づかなくて。で、コメントで何言ってんだろう、なんて返事したらいいのかなっていうようなコメントも結構あって。で、そうですね。コメントにちょっと困ったって。いや、むしろ自分が変なこと言ってたっていうことに後から気づいたっていう、まあ、そんなね、動画で。多分何回も見てくれたんでしょうね、同じ人が。何度も見てくれたんですよね。なんか動画の再生率ってのがありまして、一人一回まあ1分間動画見続けたら、100人全員が動画見続けると、まあ 100% みたいになるんですけど、この動画だけね、150% とかになって、多分ね、一人頭何回も見てる方が多分いたんでしょうね。すごい、そう、何度も多分見られた動画というか、繰り返し再生された動画、なんでだろうっていう風にずっと考えてたんですけど、多分ね、僕が変なこと言ってたからですね。はい。ということで、ちょっとね、ここからコメントリプライということで、コメント返し、させていただきます。ザイアンさん、コメントありがとうございます。最初の時点で電磁弁の AC アダプターがやばいことになってる件についてということで、はい、コメントありがとうございます。よく見てますね。この電磁弁のアダプターのところに、養生テープ貼ってるんですよ。
で、その養生テープが多分接触が悪くて、まあ貼ってんじゃないかみたいなね。多分そういう風に見えるんですけど、このね、養生テープちょっと違くてですね。今売ってるモデルもそうなのかな。この電磁弁の接続端子部にビニール被覆みたいのがね、かぶさってるんですよ。で、このビニール被覆って熱で伸縮するタイプの、もので、通常導線とかの接続に使うものなんですけど、これがね、導線と、あと金属のユニット、ちょっと幅広の金属のユニットにこう、ガボってかぶせるように、被覆がね、作られてるんですよ。なので、これ、なんていうんですかね。この被覆弱いんですよね、固定が。多分、こういう風になってる方結構いらっしゃるんじゃないですかね。被覆がね、スポッて抜けて取れちゃうんですよ。うん。で、別にじゃあ、この被覆が取れたことで接触不良が起きるかというと、そういうわけではないんですけど、一応水とかね、入ってしまわないようにカバーしてるっていうような感じなんですよね。なので、まあちょっと、それを補強するために、まあ脱げた靴下を、まあ、履き直させるんですけど、履き直させてもどんどんずれちゃうんですよ。ゆるいパンツみたいな。ゆるいパンツ、そうなんですよ。で、パンツのゴムの入れ直しできないんですよね。このタイプのやつ、電磁弁でね。まあ、今でもこの被覆のタイプ使ってる多分、そうですね。OEM 先というか、まあ製造元、あると思うんですけど、この電磁弁の被覆のタイプ僕好きじゃなくて、どうしても剥がれるんですよね。取れちゃうというか。やっぱこういうような同じようなね、環境の方いるんじゃないかな、他にもと思うんですけど、まあちょっとね、いたらコメントください。僕だけじゃないような気がします。こうなってんのは。でですね、僕は今、そういった意味でも、こういったね、被覆を使ってない、まあしっかりとした電磁弁ね、を使うように変えたんですけど、そう、当時はこういうような感じでしたね。なので、まあちょっと被覆が、まあ、出ちゃってる分、まあ中ビニール導線なんでね、感電することとかショートすることないんですけど、一応まあ水が入ったら嫌だなってことで、こんな感じで、養生テープで、カバーしてます。はい。そんな感じで使ってました。これもね、ちょっと化学反応式ボンベのチャッチー電磁弁を使わなくなった理由の一つなんですけどね。はい。で、ヤーマンさん。こうなるかもしれないので、消灯後のエアレーションはやった方がいいのですね。って本当に、はい。本当にその通りだと思います。やっぱりね、電磁弁も形あるものなんで、必ず壊れるんですよ。もうこれだけはね、避けようがないですね。多分皆さん、そうですね、言わないだけで、ある程度経験あるんじゃないですかね。皆さんどうですかね。やっぱね、でもそういったね、失敗談とかも、こう、公開してもね、こう、やんや言われないようなね、優しい世界になってもらいたいなと。まあ、せめてね、うちのチャンネルではね、そういったことを公開して、まあ、やんやね、言われないような皆さんね、コメント通して、こんなことあった、こんな失敗したとかね、そういうようなコメントを見て、みんながね、役に立つような、こんなコメント、そのコメントを見て、うちでもこんなことあんだなって、まあ、コメントしなくてもね、そういったことを、まあ、みんなの失敗を見てね、自分はじゃあ気をつけようとかね、そういう風に思えるようなね、チャンネルというかコミュニティとかね、そういうのをまあ作っていきたいなとは思ってるんですけど、まあそんな感じでね、僕がだから率先して、まあそういった失敗談とかね、こういうことしたら失敗したよとかね、そういうのをまあこういったね、このアクアリウムトークとかを通して、発信できたらいいかなと思ってます。次ですね。CC さん。二酸化炭素って添加しすぎるとアルカリになるのか。ってことで。これ、そうなんですよ。これにコメント困って、なんて答えたらいいのかな。でもなんか否定するのも悪いなと思ったんで、アルカリって、激アルカリみたいな感じで返事させていただいたんですけど、
アルカリじゃないんですよね。酸性なんですよね。で、僕ね、このコメントに対して、まあ、なんでこうなったのかなと思って、で、この時に動画を見返したんですよ。そしたら動画の中でめちゃくちゃアルカリになるって、僕が言ってたんですよね。すいません。賛成です。はい。賛成という意見に賛成です。はい。ということで、まあ、このコメントの流れでね、いろいろ、コメントいただきました。はい。バッシーさん。中学理科の授業寝てたのかなっていうことなんですけど、僕ね、基本的に授業って、ドラクエをやってました。はい。こういうこと言っていいのかなダメだよね。多分ね、当時ね、ドラクエの1、2、3とかのゲームボーイが流行った時代でね、懐かしいな。それでドラクエにハマってた時期なんですよね。そうなんです。で、まあ、理科のテストはね、テスト勉強で、まあ、テストの点数取るだけに勉強すりゃいいやってことで、勉強はまあテスト前にしたというような感じだったんですけど、そうなんですよ。寝てたわけじゃないんですよね。ただ、そうですね。理科の授業は寝てたわけ。僕、理科の授業好きだったんで、理科と数学、あと、物理。それが好きでしたね。そうですね。で、そうですね。成績もまあまあ、唯一5が取れる教科だったんですよ。僕の中で。だから好きだったのかな。一番嫌いだったのは体育ね。体育。いくら頑張っても3。とりあえず出席してれば3みたいな。プール一生懸命泳いで、黒線みたいなのあるじゃないですか。黄色い線。黄色い帽子に黒線とか貼ってね。これができたとかね。黒線とか青線とかなんか白線とかもらえるんですけど、まあそういった試験で、まあ、ようやく、黒線もらえても、走るの遅いから3とかね。サッカーみんなとやってて、サッカー下手だから3とかね。そういうような学校だったんで、体育が僕一番嫌いでしたね。体育ね。はい。部活は公式テニスで、テニスやってました。テニス部でしたね。当時都大会とかも出てたんですけど、テニスって体育の授業で全然評価されないんですよね。残念なんですけど、サッカー部とか陸上部体育の授業に有利なんですよね。授業の中にあるから。それで成績決まるんで、テニスって公式テニス部って体育の授業で活躍できないんですよ。そんな感じだったんで、僕ね、体育の授業が一番、寝てましたね。はい、ということで、次。S チローさん、アルカリではないですと。酸性という考察で合ってますよと。私が使ってるのと同じメーカーであれば、この試薬は酸性で黄色、アルカリ性で青色になるはずです。ということで、冷静なコメント、本当にありがとうございます。その通りですよね。この試薬で黄色になるっていうね、ドロップチェッカーっていう CO2 の pH をチェックする、ものなんですけど、まあ、CO2 の添加のあれによって、pH が変化して、で、この薬液の色がね、変わるっていう、まあ便利な代物なんですけど、当時ね、僕も使ってましたドロップチェッカー。このドロップチェッカーを元に CO2 の添加量を調整してて、本当にね、結構微量な調整で、ガラッと色が変わるんですよ、このチェッカー。あと、添加時間ね。3時間添加とか5時間添加とか7時間添加とかで、もう添加時間変えるだけで本当に色が一発でね、傾いちゃうっていうようなもので、当時ね、このドロップチェッカーにもかなり悩まされまして、黄色になったらもうエビが窒息するっていう風に思ってたんで、なかなかね、この調整も難しくてですね、あまり CO2 添加しなさすぎると青色になっちゃったりとか、結構苦労しました、当時ね。で、今はドロップチェッカーは全く使ってません。見てると悩むので、やめました。水草の環境と、あとエビがね、エビの体調を見て、この添加量なら大丈夫なんだな、とか思いながらやってます。このだから CO2 ドロップチェッカーもね、
化学反応式ボンベ、を導入して、しばらくは、使ってましたけど、もう今では使ってない、ものですね。金色のパレードさん。じゃあ、金色のレパードさん。点火しすぎて、初めて魚の鼻揚げを見たということで、いや、ほんと、そういうことなんですよね。点火しすぎちゃうと、魚がね、そういうようなこと、アクションを起こしてくれるんですよね。魚は特にね、水面に逃げれるんですけど、エビってね、本当に水面に逃げれる場所を作っとかないと、逃げれないんで、窒息しちゃうんですよね。よくCO2 の添加しすぎちゃうと、流木の一番上の方にいたりとか、フィルターのね、外部フィルターの突出口の方の上の方の水面付近にぶら下がってたりとか、そういう姿見ると、CO2 添加しすぎなんだな、やばいやばい、気をつけようとかね、いう風に、わかるんで、こういうね、特に魚は割と丈夫なんで、鼻揚げを見せたらね、すぐにね、対応すれば、全然間に合うというか、復活してくれるんで、こういったね、アクションを、見てね、観察して見てね、自分のね、そういった、機材の管理というかね、をちょっと振り返るきっかけになるのかなというふうに思ってます。なので、金色のパレードさん、金色のレパードさんも、このね、変化を見つけてきっと調整したんでしょうね。やっぱりこういう経験みんなありそうですね。あとね、いただいたコメントは、そうですね、わざとやったんか、みたいなね、そういうような、ちょっと想定内の質問がありましたけど、この動画はね、あくまでも自分の失敗談を、公開した動画であって、わざとね、エビを苦しめたりとか、そういうようなことをしている動画ではありません。僕の動画では基本的にはすべてのアクアリウムの行動、アクアリウムやった行動をね、動画で記録してます。それを公開するか公開してないかっていうのは別として、YouTube のね、動画の元にもなるんで、アクアリウムに関していろんな作業、いろんなものを買ったりとか、公開してない動画たくさんあります。お蔵入りになってる動画っていうのも結構あるんですよね。なかなか出しづらいというかね、そうなんですよ。そうなんです。やたら出してもね、見てくれないんで。なので、特にね、こういった生き物の、亡くなるね、生き物が星になっちゃう、映像とかはね、なかなかちょっとやっぱ出しづらいんですよね。強めな方とかが。コメント、あると、おおっと思うんですけどね。やっぱりそういうコメントも、想定内であるんで、こういったね、生き物の YouTube やってますと、どうしてもそれはあるんで、それは仕方ないかなと。ただこういったね、自分の失敗談とかがみんなの役に立てばいいかなと思って、今後もね、こういうような、自分のミスしたこととかね、失敗したこととか、公開してね、いい動画というか、コメント欄とかもね、そういった前向きなコメント、こんな失敗しちゃったんですけど、こんな対策しましたとかね、こんな対策今はしてますとか、こういった機材ありましたけど、僕はこういう機材使わないようにしてますとか、そういったね、前向きなコメントね、たくさんお待ちしております。僕の意見の反対意見でも全然歓迎です。化学反応式ボンベの今電磁弁すごくいいですよとか、安定して使えてますよとか、そういった情報もね、本当になかなかね、生のレビューって、見れないもんですから、皆さんね、こういった動画を通して、こういったコメントを通してね、皆さんの役に立てたらいいかなと思いますので、どんどんね、コメントいただけると嬉しいです。今後もね、よろしくお願いします。はい、ということで、今回アクアリウムトーク3回目ということで、いろいろ話させていただきました。ありがとうございます。今回は化学反応式ボンベを使ってね、CO2 の添加をしすぎてしまったらどうなったかっていう、いうのを、ショート動画で作って、それに関してね、アクアリウムトークさせていただきました。はい。もしね、この動画、参考になったよとかね、コメントしたことないけどコメントしてみよっかな、みたいなね、思った方、ぜひね、グッドボタン、よろしくお願いします。ということで、今回は以上になります。またね、別の動画でお会いしましょう。バイバイ。